もう一回スタンディング。いろいろやり残してたことが発覚。じゃあ何気なく立ってるように見えて、ペダルのに足を乗っけるのが逆ハの字になってます。カタカナのハ。はい、大事なことを言い忘れてました。足の角度というかペダルの踏み方、ガニ股具合。完全に足を平行にするとしゃがむ時に膝が内に入って綺麗にしゃがめないというかね、バランスが取りづらかったり、力が入りにくかったりね、ということで気をつけましょう。でセンターを出すためにこんな練習もいいと思います。こうハンドルまっすぐにして障害物に当ててバランスを取る。でこのセンターって何ですかという疑問が飛んできたので、僕らの思うセンターはアクションできる状態、ピタッと止まってね、さあ次のアクションに移せるぞと、入れるぞという状態。まずどんな状態か体験してもらわないとわからないと思うので、こんな方法でやってみてください。利き足を真下にして何もしないでゆっくり倒れる。この時ふわっとした感覚があると思います。その感覚の時だと、アクションがきれいに起こしやすいので試してみましょう。でこの練習ばっかりやる必要はないからね、そのピタッとの状態を体感できれば。10秒とかやろうとしなくていいです。1秒できれば十分なんで、壁当て練習で1秒ピタッと自由な時間を作ってみてください。よくある失敗がこちら。一見バランスが取れているように見えますけど、力がガチガチに入っています。センターが出ているように見えても力が入っているようだと運動ができません。センターを出すことが目的ではなく、アクションをすることが目的ということを忘れないでください。もう一個よくある失敗が、アクションをするために人間がブレないように一生懸命になってしまうパターン。人間の上半身は動いてないんで、ライダーさんはセンターが出ているように感じていることが多いのですけど、自転車がブレブレになってしまいます。どこまで転んでいいのか、どこまでは崩していいのかをしっかり感じながら、程よくバランスを崩す、程よくセンターを取る、ちょうどいいところを探る、そんな作業が必要になってくると思います。基本は休め。気をつけ。休め。で力抜いた上でね、こうバランスの取り方について。手は釣れてますよと。いきなり休め取ろうとすると、休めとか休めとかになるから、気をつけ、お尻真ん中、休め。わかるかな。今のは分かる。今回のバイクはエコー20インチのマーク TI。 軽いね、これはね。軽い。持った時の重量も軽いし、乗ってる時の体感重量も軽くて、どんな技でも楽々行えます。なんで今回これ使うたん？楽だから。バランスさえ気にしてればどんなアクションも楽ちんです。